はいどうも、一夜です。今日はこのカラマツですね、まっすぐであんまり面白みないので、これとあと長峰さんのところでね買った有明もみじ、そう有明もみじと、あとねこっちは花織松吉さんのところで買った千住丸ですね、黒松です。これの針金掛けをやろうと思います。で早速ですね、もう針金掛けのポジションなんですけど、本当はですね今の時期にあんまり針金かけない方がいいと思うんですよ。僕はねやりやすさで考えると、11月末とか12月入ってから、東京基準ですけど、針金ねアルミ線とかをかけてですね、こうぐにゃーんと曲げるわけなんですけど、ぐにゃーんとね、やった方がいいかなと思ってます。というのもこれ春もそうなんですけど、秋もですね木はねやっぱり太るので成長して、春でいうと梅雨あたりかな。で秋はどの辺から太るんだろうな、分かんないですけど、気温が20から25ぐらいだと木ってやっぱり成長するので、成長すると太るんですよね。で太ると当然こうぴっちりかかってる針金がこうどうしようかな、参考にできるもんがないな。こう指に巻きましょうか。こうやってこう曲げた針金がこう太るとやっぱりねこれが食い込んでいくので、良くないっちゃ良くないですよね。傷になったりするので、それが別にあんま気にならない人はいつかけてかけっぱなしでもいいと思うんですけど、できれば傷がない方がいいと皆さん思いますので、そうだな、だから成長がこっから先はないんだけど、針金効かすためにまだ曲げれる時期っていうとこで考えると、秋の終わり冬の初めぐらいで、本当に寒くなってからだとこの木曲がんなくなるやつあったりするので、そうですね、冬の初め秋の終わりぐらいがいいかと思います。で食い込むとどうなるかっていうとですね、こういう感じになりますね。こういう感じ、今ここ映ってますかね、うまく。こんな感じ、ここみたいにこの針金傷が残ります。こんな感じでこれをなんとかしたい場合はですね、周りをちょっと削ってですね、油合剤を塗って保護して全体にこう皮が巻いてくるのを待つっていう方法もあるんですけど、僕はほったらかし、そのうちなんとかなるでしょうと思ってこのままにしてますね。大きいものだともっとこうグッと入るのこういう感じになったりしますね。この辺ぐらいまでいっちゃうと本当目立つんで、気になる人は本当ここですね、この横のとこちょっと削って綺麗に平らにして、そこにこういうタイプのね油合剤とかをこうちょっと塗ってあげて、あとは待つと、そういう感じです。でですね、じゃあどれぐらいいったらこの木からね針金を外すべきなのかと、どこまでいくと食い込みすぎなのかっていうと、ざっくり説明すると、こう指でいうところのですね、これ分かるかな、分かんないですね、やめましょう指はさっきの傷跡見ても分かる通り、こう横から見た時に思いっきりここの脇ですよね、脇に針金が入ってるな感がしたらもう外した方がいいかなと思います。このラインから見て、もうちょっと太い方がいいか。綺麗にかかってるとこうね、こうなってるのがもっとグッと内側にねえぐり込むように入りだしたら外したらいいかなと思います。どれぐらいかけてるかっていうのはですね人によって違うので何とも言えないんですけど、僕は結構適当に思い立った時にですねかけて、でそろそろかなと思ったら外して、で外してみてもまだ全然効いてなかったらもう一回かけ直すってやり方してます。じゃあ説明はもういいですからね、とりあえずやっていきましょうか。長々と説明してもしょうがない。で針金掛けのコツですね、いろいろあるので僕もねどれが正しいか分かんないんですけど、角度は45度ぐらいがいいっていうふうによく聞きますね。ここを水平にしてこういう感じの45度とか、あとはそうだな、1本で足んなかった時に二重でかける時はこの間にかける人と
間ですね。針金と針金の間にかける人と、針金にもう一本沿わせる人がいて、どっちがいいのかね、それは僕もよくわかんないので、まあお好きな方でいいと思います。で、あとは針金って巻くときに、まあ右回り、これだとこう巻いてます。僕の場合はね、左利きなんでなんかこういう風に巻いちゃいがちなんですけど、まあ、逆もありますね。でそうやって巻いた時はこうですね。こう巻いた時はこうやってこっち側にこう木を曲げてあげると曲げやすいですね。そうすると針金がですね、針金の向きに合わせてこうぐーっと曲がっていくので、これ締めながら巻けるんですよね。そうするとこうギュッとね。逆にするとこっちに巻いてるのに逆向きに曲げるとここの部分が浮いたりしますね。やっぱり分かりますかね。分かんないですよね。やってみると分かるんですけど、こうやってやると逆にここ浮いちゃうんですよね。こっちに回ってるのに対してこう回ってるのに対して木を逆側に曲げようとするとどうしてもねこの部分浮いちゃうので、できればここだけは一致させた方がいいかなと思います。まあ個人的には聞いてりゃ何でもいいと思うんですけど、まあその方が少ない針金で木にですね負担が少なく曲げれるのでいいかなと思います。今日どこまで曲げようかな。早速横に曲がりましたまあこんな感じでもいいんだけど、まあこんな感じであとはこうグイッと下げてグイッと曲げてもいいかなと思いますし、よいしょ、まあよくある模様着っぽくですね、これはとこっちにグイッと曲げてって縮めてってもいいですし、どうしようかな。で1本でね足りなかったら2本目をなんか1本目の途中からですかね、ここ終わりなんですけど1本目のこの途中から巻いてあげるとやりやすいですね。よいしょ。で枝の間をねうまいこと縫うようによいしょと幹を曲げるときはね選んであげると、道筋ですね、針金の筋を選んであげると綺麗にかけれますね。まあ、僕もそんなうまくないので、よいしょとそんな本当にですね綺麗にはやらなくても別にいいと思いますけど、練習するともっとうまくなりますよってことですね。葉っぱ邪魔だなカラマツなんだからそもそもあれだな、葉がある時に針金かける必要なかったかなまあいいでしょう。はい、こんな感じにしました。向きが全然変わっちゃいましたけどね。こんな感じでよいしょとここら辺を正面にして、あとはこうか正面にして、なんかあとはいろいろ微調整しながら遊んでいこうかと思います。はい、まず一つ。はい、次が有明もみじですね。まあ結構素直に立ってる木なので、もうそのまんまちょこっとだけ曲げてもうそれで終わりにしようと思います。あんまりもともと僕は針金で、思いっきりぐちゃぐちゃって曲げるタイプじゃないので、まあ、軽くやっていきます。はい、ぐるぐるぐるっと巻きました。でそうだな、ほんとちょこっとだけねこの幹をぐいっと曲げるだけでいいかなと思うので、こっちもちょっとやるか。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあこんな感じにします。
ほんとちょこっとだけここを曲げて、あとここをこう倒してってだけですね。はい。これだけでもなんか印象変わるので結構面白いですよね。よし、じゃあこれはこれで OK と。はい、じゃあ3つ目いきます。3つ目は千住丸。全体としてはこのままで OK なので、ここをね、もうちょっとこっち側にしたいなーっていうふうに僕は思ってますね。こっち側。上から見るとですね、砂落ちないかな。大丈夫かな。こうなってて、ちょっと前の方にバランス悪いんで、これで後ろと前のバランス取ろうかなと思ってます。よいしょ。後ろ側にね、結構こういっぱいモンスターしてるんですよね。なので、もうちょっと前の方をこう倒してあげて、後ろと前のバランス取ってみようかなと思います。そうそう、針金の長さはですね、かけるところの 1.5 倍ぐらいだったかな、確か。で、太さ自体は曲げる枝の半分ぐらい。なので、これ完全に長すぎですし、あと、太さが足りません。いっぱい針金持ってないんでしょうがないんですけど、そこら辺はちょっとね、自分がやりたい木に合わせて調整してとか、いろいろ買った方がいいと思います。じゃないと、同じところにこう、その細い針金を2本も3本もかけるっていう、めんどくさいことをしなくちゃいけなくなるので、本当は良くないですね。あんまいろんな種類の針金もね、別に持っときたいわけでもないので、そんなガリガリ曲げないから。よいしょと。ついつい甘えちゃいますね。はい、じゃあここの部分に針金かけました。これをちょっと向こうの方へ、向こうって前ですね。よいしょ。皆さん側へグググーっと少しねじりながら倒したいんですけど、そんなことはうまくできる気もしないので、よいしょ。とりあえずグイグイ倒しちゃいます。できました。はい。さっき指でね、こう曲げてた感じでちょっとこうなりましたよね。前はこの辺にこう立ってたのをこうちょっと曲げてみてっていう感じで少し前側に倒してみました。はい。もうすごい樹形ですね。基本を完全に無視したですね。ただ僕が楽しみたいだけの形になってます。ただですよ。ただこんな激しい感じですけど、きっと面白い鉢に入れるとこれがちょうどよくなると思ってるので。それをね今後期待して見てていただければと思います。なんかねちょっと作ろうかなと思ってチャレンジしたんですけど、どうもね作るたびにね売っちゃうか他のもん入れるかの感じになってるので、これもね狙って今度は作ってみようかなと思います。角度的にはこんなもんかな。どうだろう、どうかな、わかんないんだな。わかんない。しかももうちょっと曲げた方がいいかもな。それもわかんないな。ちょっといろいろやってみます。はい、こんな感じ。さて今日はね3つこうやって針金かけましたけど、いつでもかけていいと思いますし、僕は食い込んだら外してもう一回かけりゃいいと思うので、好きなだけ練習すればいいと思います。一番やっちゃいけないのはですね、こうやって曲げてあるのをですね、やっぱやめたって逆巻きにしたりとか、こっちに曲げたのをやめたってこっちに曲げたりするのが一番良くないので、とりあえずは一発で方向だけは決めといた方がいいと思います。で、あとは前と後ろってわかるかな。こっから見て左右だけじゃなくて、できれば前後も振ってあげると綺麗ですね。模様木の基本的な形としては、一回こう根元から後ろに行ってで前に倒すという風なのがいいって言われてますね。なのでそこを狙ってみて、こう左右にあとは振りつつ、枝の配置を考えつつ針金かけると面白いと思います。でさらにここにこれ今日幹だけですけど枝もあるので、この枝も同時にかけるとなった時に針金ができるだけ少なくかつ効果的にかけようと思うと結構こう難解なパズルになるので、これはね結構頭の体操として面白いと思いますから、ゆっくりですねこうまず木見てってねこう考えて、紐とかで練習した方がいいのかな。一回紐とか巻いてみてこうかなってやったところを後で針金でなぞるように巻くとかっていう方がいいのかなとかね、いろいろやってみて
自分の思う形にね少しでも近づけるように楽しんでもらえればなと思います。はい、じゃあ今日は盆栽に好き勝手にですね針金をかけて楽しんでみました。まあなんかそうだな、どうしたらうまくなるとかってもう数やるしかないんですけど、好きな木を見つけたらですね、ああこれいいなと思ったら、そのこう幹とかね枝がどういう風に配置されてるのかっていうのをねこう3次元にこう見てですね覚えて、まあ僕覚えないんですけどね全然ダメなんですけど、そうやって覚えて自分の木にも試してみるといいかなと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。